さて、自分が動いてる時のみ時間が経過する半リアルタイムのパーティー制ダンジョン RPG が現在デモ版公開中とのことで、今回はタイタンズ・オブ・ザ・パストの紹介を行います。こちらひたすらダンジョンを攻略し、大量の敵を倒してキャラを育成し、最翼を目指すダンジョンクローラーです。古来よりあるこの手のゲームは、1マス1マス移動する形態のものが多く、日本ではウィザードリーや女神転生のようなコマンド式の戦闘のものが有名です。海外では戦闘はリアルタイム製のものもありました。また、キングスフィールドといった移動がマス目ではないダンジョン形態の作品もあります。いずれも一人称視点のダンジョン攻略という点においては共通しており、より世界に没入できます。長い時間をかけ奥深くへさまよい、最後のボスを撃破できた時、えも言われぬ達成感を与えてくれる、そんなジャンルでもあります。ここで今作タイタンズ・オブ・ザ・パストは過去の多大なダンジョン RPG を参考にあらゆる要素を取り入れています。まず全体の流れとして定番の街でキャラクターを作成し、最大4人パーティーを組みます。そしてお店で装備を整え冒険に出ます。マップはステージクリア式で敵の性能などは自動生成されます。スレイザ・スパイアのような連結式で道中ルートを選びつつ最後のステージを制覇するとクリアです。ただ途中で倒されてしまってもキャラクターは別にロストしたりしないし、道中得た経験値や素材は持ち帰れます。装備品はもしかしたらクリアしないと持ち帰れないかもしれません。クリアした時点で何を拾ったか表示される形態です。今回のプレイではチュートリアルダンジョンクリアでそれを確認できました。といったダンジョンと街を往復し、キャラ育成と素材での街の発展を行うよくあるゲームループになっています。ここでこのゲームの特徴ですが、まずパーティー制なのに戦闘はキングスフィールドのようなリアルタイム形式です。4人を切り替えながらどのキャラのどのスキルで攻撃するか選択します。またさらなる一番とも言える特徴として時間停止制も採用しています。こちらが歩いている間のみ時が動きます。あるいはシフトキーを押しっぱなしでも動き続けます。マウスでの視点操作は時間は過ぎません。プレイヤーや敵の行動はターンではなく時間経過で管理され、4人のキャラを操作するという非常に複雑な作りながら、時間停止制により焦らずに戦闘が可能という大変面白い仕組みになっています。ということから敵との距離やエイムも重要です。武器の攻撃範囲外には近接攻撃は好かります。飛び道具は敵の動きを読んで飛ばす必要があります。さながらスーパーホットというゲームにも近いです。ヘッドショットや弱点の概念はあるかどうかはわかりません。また通常の近接や遠距離攻撃は初めはやたら弱い印象です。スキルを放たないとなかなか倒せない難しいバランスになっています。これはダンジョン RPG あるあるの序盤の苦しい育成部分をふんだんに楽しめる内容とも言えます。ダンジョンと宿屋を往復し、ちまちまと育成するというあれです。それにより強くなった時の実感も得やすいです。そしてディアブロ系戦利品も採用しています。定番のレアリティやランダム性能がつきます。お店でリロールも可能とのことです。ただし先ほどお伝えした通り、一定量のダンジョンを乗り越えクリアしないことには戦利品を得られないっぽいので、まずは装備集めよりもキャラ育成が必要です。他に面白い点として、ダンジョン RPG 定番のキャラクリでは自分の好きな画像を設定できるほか、音声に関しても可能です。自分の声に自信があるのであれば、録音してゲーム上で流せます。やられた時の悲鳴とか、配信者の方は盛り上がるのではないでしょうか。あるいはウェブ上で配布されているフリーの音声を設定しても良いでしょう。ますます作ったキャラに愛着は湧きます。また種族やクラスは相当数が用意されており、マルチクラスも可能とあります。開発者は何百時間とビルドを練るのが好きなハードコアなゲーマーとのことで、無限の組み合わせのキャラを作ってほしいそうです。それと現状はフリーのアセットを用いており、キャラ画像やアイコンは AI を利用しているとのことです。確かに Steam のインディーゲームでよく見るような 3D ポリゴンモデルや背景になっています。しかし遊んでみた感想としては、ダンジョンはかなり密度があり、スカスカ感はありませんでした。繰り返し遊ぶことを前提に丁寧に調整したそうです。敵はハクスラゲーよろしくかなりの数が襲ってきます。それでも敵に対してこちらが見合った強さならば問題なくバッサバッサ倒せます。体力回復は主にスキルや魔法で行いますが、マナは時間経過で回復します。よって敵の塊を倒し終えたら待機してマナを回復し、スキルで体力回復を繰り返すと安定します。
ただし、ステージの最後はウェーブ制で敵の絶え間ない攻撃になり、マナ回復の余裕がありませんでした。これはステージによって異なるかどうかはわかりませんが、それなりに敵の大群を倒せるくらい成長する必要はあります。そして現状は Steam でデモ版が公開されており、まだまだ実装されてない部分は多いです。とはいえ、ダンジョン RPG が好きな方には特に刺さる作品のため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした要素をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。タイタンズ・オブ・ザ・パスト。デモ版ですね。まずはチュートリアルから。さあ、どんな内容なんだ？まずはヒーローが4人いる。4人パーティーですね。で、9か E でキャラクターを変えられるイエローボーダー。おっと、マウスを動かすと視点変更だね。現状ポーズになってるね。あ、WSD で移動してる間はポーズが解ける。そういう仕組みなんだ。で、現在のキャラが一番左上なのかな？英訳で QE でキャラが変えられますと。操作キャラね。理解した。で、スペースでジャンプ。ジャンプもついてる。おー。あら、後ろにもドアがあるぞ。これの武器はトゥーファー。トレンの実は。クリックすると剣振ってますね。順番にね。で、キャラクターに数字が表示されてますが、0.2 とか 0.4 とか。これは次に動けるようになる。時間かな？これは取れるわけじゃないのかな？うん。これなんか取れそうじゃないか？ピックアップ。鉱石だね。F で回収できる。さあしかし、ドアはロックされていない。開けてみた。じゃあレフトシフト。アンポーズ。レフトシフトを押してる間もポーズが解けるようだね。次はトレーニングダミーを破壊する能力を使って、レフトマウスボタン。これは近接攻撃。ライトはシュート。全員使えるの？ディンバーがシュートを使える。画面右上ですかね。大砲でも持ってんのかな？ドワーフだから。で、左下のキャラは魔法を唱えるファイアーロー。プレス1。右下も魔法使いっぽいけど。スペルブックは B である。B。これはスペルブック。このキャラが使えるスペルですかね。すんげえいっぱいあるけど、初めから。どれ使ったらいいかわかんない。じゃあ一回閉じよう。情報に溢れてしまっている。あ、でも画面下に書いてあるね。1でファイアーロー。撃ちましたね。で、クールダウン。これは時間であると。あ、一瞬で壊れた。他のキャラでも攻撃したかったね。ディンバーでライトクリックを押してみようか。発射！あれ？発射したのかな？うん、矢が飛んでるね。エイラクも弓撃てるね。何気にみんな撃てんの？プッシュミー。まずキャラクターシート。これがキャラクターのステータスかな？これなんだこの星。プラス2みたいな。性能がいいみたいな、そんな感じかな。で、これはプッシュミー。F で押せる。ほら！押したら開きますと。さらに鉱石。なんか喋ってますね、キャラクターが。開ける。ネズミだ。レフトオールとかミドルマウスボタン、カーソルモード。いろんなものが選択できると。カーソルモードにより、モンスターも調べられる。よし。これでカーソルモードね。こうやって、キャラクターも選択できますと。スキルも選べるし、ラットの能力が見れる。ヘルスが100である。とりあえず魔法打ってみようか。ファイアボール。ファイアボール！当たった。あれ？で、キャラクターダメージを受けた。ログ、ライトコーナー。これに注目しろと。これ負傷の具合かな。フォーメーション。パーティーのフォーメーションね。H でフォーメーションのメニュー。エリアアタック。どういう風にダメージを受けるかとか。それは確認できるのかな。H。こういうフォーメーションです。40%。この数字は何を意味してんだ？この矢印何これ？お？どっちが前かみたいな話かな。なんか数字が変わりますけどね。とりあえず今後は行こう。よくわからないから。移動は？移動すると敵も移動してきますね。ああ。この95って何？命中率かな？キャラ変えてみよう。命中率的な感じがする。切ってみようか。うら？切ったが、何？時間が止まらない。いきなりリアルタイムになってる。やられそうだ。みんな殴れ。と倒しましたね。ちょっとまだルールわかんないな。で、経験値にお金？それを得たのかな？リワードチェスト。もしあなたが死ぬと、どうなるんだ？全滅すると失うのかな？報酬はどうなった？ところで。ネズミは弱いからか。あんまりダメージ減ってませんね。これは木材。
これは関係ない。前方のあれ敵かな。しゃがむとかないよね。とりあえず、ライトクリックで一発撃ってみた。あら、止まっちゃったな。届く前に。動いて当たった。ヘッドショットあんのかな、これ。やっぱり一発ごとに、時間ほどくともあるね。で、4人目。これ撃った後どうなるか。魔法使ってみるか。3で。これなんだ？ファーム？チャンネルターゲティングモード。T。失敗したっぽいな。でもまだ止まってますね。やっぱりさっきのネズミは特別だったのかな。で、現状距離から見て 81% ライトクリック。レフトクリックの近接当たりませんと。この距離による命中度面白いね。奥にもいるけど、もうちょい近づいてみようか。あ、振りかぶってる。もうちょい近づいて。あれレフトクリックはいつ出てくんの？ちょっと切ってみた。さあ、ダメージもらったが、ドワーフで切る。さらに、あいつも 16.3% 当たらないが、魔法と3の魔法、ファイアウェポン、エンチャントかな。1のファイアアローだな。ファイアアローこれ避けられる横で。避けられますね、普通に。で、4人目の6で、なんか撃ったけど、なんだこれ。さらにライトクリック。倒した？まだ生きてる。しぶといな。近づいてから、ぶった切る。面白いぞ、戦闘。すげえユニークだ。これでチュートリアル出すかな。サンキュー。ビクトリー。あれこれが報酬？ダンジョンクリアで入手できるの一気に。さあ、装備品はね、ディアブロライクという話で、いろんな性能がつきますと。例えば何がついてるんだこれ。この白い丸なんだろうね。とりあえずこのアンコモンはクリティカルダメージ 13% アップかな。で、マジックは能力が2つついてるんだね。なんだこれ街かな？街の資源的な街というか拠点なのかな。デモの目標、アンデッドエンバッシーを建てる。マネージパーティー、アドベンチャーズ。新たなキャラ作れる。クリエイトキャラクター。これで作れる、初めから。デモはまだ作れないキャラがいるようだね。あとロックされていたり。ヴァンパイア、カルティストすげえいっぱいいるな。言動まず種族ですね。ヒューマン、ハイエルフ、ドワーフ、オーク。ヒューマン。次クラスを選択する。ファイター、レンジャー、クレリック、トワイライトクレリック、月の聖者、ウィザード。もう上から一つ一つ作るか。ファイター。で、クラスのアビリティ。この二つを持ってます。パワーアタック、クリーブ。で、さらに細かく設定できるのかな？ビギナー、エキスパート、マスター、グランドマスター。割り振れそうで、そうでもないな。なんか設定できそうでできない。星の数に加えて色もあるね。まあ現状はこのビギナーですよって話か。初期状態では。これがちょっとよくわかんないけど、これらが使えるでいいのかな。で、スキルは、これさっきと一緒に見えるね。いや、ここで設定できるのがスキルを。グループスキルポイント、エキストラスキルポイント、貫通能力、罠解除、ツーハンド。クリックすると、ポイントが1上がりますね。とりあえず全部割り振ってみた。アトリビュート、エンデュレンス上げるか、タンクっぽくしてみよう。あとストレングス、インサイトなんだこれ。魔法系かな。これも魔法系っぽいけど。二つが同じ説明に見える。いや、微妙に違うのか。スクールズスペル、ボディスペル。よくわからんから。ラックだ。これで完了？あとポートレート。自分の好きな画像も設定できるっぽいね。なかなか美人画もいるじゃないか。あとはパーソナリティ？どんな性格かみたいな。あとは自分でなんか文字でも打てんのか。カスタム。ボイス。音声も好きなものを設定できるっぽいよ。これ面白いんじゃないの？さあ、タマちゃんができたよ。これが装備品かな？ここに保存されましたね。しかしパーティーはやはり4人までか。それっぽいね。タマちゃん連れてきたいが、他のメンバーはレベル9だね。みんなレベル9、レベル1からにしたいな。どうせなら全員。装備品外すには。これが装備品か。これ渡すにはどうしたらいいんだろうね。装備を。インベントリ共通か。なるほど。一回ここにみんな外して、で、その後装備すりゃいいんだ。現状は少なくとも装備できないものだらけだね。スキル、レンジド。なるほどね。装備するにも、レベル6からとかあるね。性格は、ローにカオス。あと、グッドにイービル、ニュートラル。ウィザードリー形式ならば、ローとカオスは仲間にできないかもしれない。さあ、パーティーメンバーができたぞ。これでいいのかな。で、何をするんだ？ランスキル&スペル。ここらで魔法を覚えられる。スペル。いや、まずは冒険だろうな。クエスト。デモ。なんか受けられんの？現状まだなんか、
内容不明だね。ここで建物が作れますと。木材が必要である。お金は足りてるっぽいね。これいきますね。アーマーストア。立ててみた。とりあえず右上のこのボタン。これでダンジョンいけんのかな。ベテラン難易度リクルート。これちょっと難しいのかな、ベテランは。まあ、ベテランで行ってみようか。これが選ばれてるからね。ダンジョンモディファイヤー。大抵こういうのデメリットがつくけど、初めからデメリットがつくのか。レベルを上げれば難しくできるのかな。とりあえずスタートアドベンチャー。行くぞ。うわー。なんだこれ。ルートを選べるんだ。まずはこれかな。クリティカルフォーチュン。これバフですかね。敵のレベルは4っていうのは気になる。始まった。お、なんか出てきた。ネズミが出てきた。うわ、こうやって出てくんの。現状、近接しかないね。ああ、ネズミのくせに範囲がでかい。あれミス。当たんねえ。なんか、イントゥルーダーって叫んでるけど、全然命中率がないね。エルフ、魔法使おう。火だ。雷の魔法かな。で、こいつはクレリックだね。3の魔法何かな。使ってみるか。呪い。呪ってみた。さらにいるぞ、横に。よし。殴れ。28.3%。敵強すぎんじゃないのこれ。スキルだ。おらぶん殴って。スキルは効きますね。うわぁ人がられた。なんか負けそう早くも。数が多すぎる。2で吹き飛ばして、あいつをなんとかやりたいね。うわ、何食らってんだこれ。どんだけいるんだ敵は。うわぁ俺汚いぞお前ら。きれ当たんねえ。ネズミなのに当たんねえ攻撃が。ふら技が必要だな。魔法で一体倒したかなようやく。あれなんだあれ。さらに切りかかられているが、4はおおなんだ4。なんかバフかな。おおネズミが。まずこいつ倒すんだ。うら全然減ってない。1で切る。ああやられたー。早くも2人が。ああ後ろにもいる。これ絶対間違ってるこれ。やだーひでー。ああ30秒しか持ちませんでした。ちょっとリクルートでいくか。これでもレベル5なんだよな。お、なるほど。報酬を減らせば、モディファイヤーも減る。でもこれポジティブだよね。いける。よかった。リクルートで、レベル1からいける。これで安心だ。なんだ。ちゃんとあるじゃないか。さあ、また新たなエリアかな。これ面白いね。毎回変わるのが。暗い。ダメージ取ったかな。さらに、1でぶん殴る。倒した。よし、効いてる。4で魔法。そして、殴る。あいつ先やろう。近手が切る。当たってないか、これ。はい。当たってる感じしないな。魔法で吹き飛ばして。ライトクリック。ミスってんのかな。ミスって書いてあるね。体力条件は問題なし。ほい。いいぞ。それ切って、倒した。やはり倒せると面白いね。さあ本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。